仏間。最近は聞かなくなってきた言葉ですが、アンさんの家には仏間があります。仏壇を置くスペースの下に高さ35センチ、幅80センチくらいしかないのに、奥行きが108センチ以上あり大変使いにくいスペースがあります。今回の動画はこのスペースをどうにか使えるように DIY をしていこうと思います。現物合わせの行き当たりばったりの DIY ですが、ぜひ最後までご覧ください。まずは問題の仏間の下にある奥行きが異常に深く使いにくい収納スペースを見てみましょう。奥まで荷物を入れるとこんな感じで、潜らないと荷物を出せません。さて、どうしたものか。ひらめきました。スライド式の棚にして棚全体を出し入れ可能にしてみたら、今回はこの作戦でいってみようと思います。それでは DIY スタート。まずはスライドレールを取り付けるベースになる板を設置します。手前側に柱が出っ張った部分があり、この部分より内側にスライドレールを設置しないといけません。この出っ張りのサイズ感にぴったりの材がなく、電気カンナで厚さを調整しました。その様子がこちら。こちらの端材、何に使用したか忘れてしまったのですが、結構厚みにばらつきがあります。スライドレールを取り付けるベースにするため、電気カンナマッタ1911で厚さを調整しました。なんとなく厚いところを重点的に厚さが均一になるようカンナ掛けをしています。だいたい厚みが同じになったので、これで OK とします。ここでお手伝い大好きな N 子登場。とても狭い隙間に潜っているパパシを見てると、とても楽しそうでワクワクしてきたようです。ここでパパシがお手伝いをお願い。めっちゃこれで出てきた。もっともっとお手伝いしたくてどうしようもない N 子。何をしてもらおうか考慮中。これすごい狭い。よいしょ。マッサージしてます。N 子、これで満足していただけたでしょうか。よし。念願のお手伝いをすることができて N 子も満足です。それでは作業に戻りまして、これは石膏ボードアンカーの取り付けをしているところです。次はスライドレールを取り付ける
石膏ボードに取り付けます。右側の壁面も同様に石膏ボードにアンカーを取り付けてスライドレールを取り付けるベースになる台を設置していきます。石膏ボード用アンカーはホームセンターで一般的に売られているものを使用しました。我が家の石膏ボードの厚さは 9mm 程度だと思うので、それに対応できるようなものを選定しました。右側のスライドレールのベースになる台を取り付けて、これで準備は完了です。次は棚になる部分を作ります。材料は以前解体した押し入れの扉。レールにはめ込む部分が出っ張りがあるので、これもカットしないといけません。まずはレールにはめ込む部分が不要ですのでカットします。次にスライド棚になる部分を測った大きさに合わせるようにカットしていきました。押し入れの扉の中身ってこんな感じになってるんですね。ハニカム構造のような段ボールをベニヤ板2枚で挟んで強度を保っているような構造でした。このハニカム構造が露出してしまっている部分、強度が足りなさそうです。ハニカム構造になっている段ボール部分を押しつぶして、その隙間にカットした端材を詰め込み、マキタのフィニッシュネイラー FN001 で固定しました。このマキタのフィニッシュネイラー FN001 はお値段がちょっと高めですが、私の中では買ってよかった工具のベスト3に絶対に入る便利工具です。ちょっとしたものを固定するときに、以前は木工用をボンドで留めて乾燥するのを待っていたのですが、このフィニッシュネイラーを買ってからは一瞬で固定できるので、次の工程へすぐに進むことができるので、作業効率が格段に良くなりました。次はスライドレール。近所のホームセンターでスライドレールを物色したのですが、我が家の仏間の下にある非常に奥行きのあるスペースに合いそうなものはありませんでした。そこで処分価格で売っていた 450mm 程度の激安スライドレールを加工して取り付けることとします。スライドレールをカットして2個を1つにつなげて108センチある奥行きに対応したスライドレールにしようと思います。左右それぞれ2個のスライドレールをつなげて1個のスライドレールになるようにしました。切断して2個1にしたスライドレールがこちらになります。動画を撮り忘れてしまいましたが、こちらがスライド棚の本体になります。先ほどサイズを合わせて切り出した押し入れの扉にキャスターとスライドレールを取り付けました。キャスターはこれ、菅常工業面打ちロールキャスター DM 型 DM20 1個824円で Amazon で手に入れました。これがサイズ的に高さなどが合わせやすかったです。それでこちらが2個1にしたスライドレール。こちらもできるだけ隙間が空かないように取り付けました。
スライドレールを壁面に取り付ける工程です。キャスターをつけたスライド棚本体との高さを合わせるように壁面に固定します。壁面に取り付けるスライド棚に両面テープをつけ仮止めをしてます。2個1で使用しますので、こちらもできるだけ隙間が開かないように取り付けをしました。その後、測った高さに合わせてスライドレールを固定していきました。右側の壁面も同様に水平器で水平にも注意して取り付けています。水平器は神話のキーホルダータイプのミニレベル REVO を使ってます。小型なので常時ポケットなどに入れておくととても便利です。だいたい完了しましたのでスライド棚を取り付けてみます。追い込んでますね。白い上にはめてるバス。ここで問題が発生。引き戸扉の下のレールにキャスターが引っかかってしまい開閉がうまくいきません。引き戸のレールの凹凸にキャスターがはまってしまうようです。しょうがないのでこの凹凸をサンダーで削ってなだらかにし、キャスターがはまっても抜け出しやすくするようにしました。ここで使用しているサンダーは DCM ブランドサンダー TSD1。 値段も安く機能的には問題はなく大変重宝しておりました。現在は廃盤となりオービタルサンダー TOS2 としてリニューアルし販売されているようです。さて改めてスライド棚をはめてみましょう。多少の引っかかりはまだあるのですが、まあよしとします。使っていて思ったのですが、スライド棚本体の奥の部分にストッパーがないと荷物がこぼれ落ちてしまいそうです。適当な端材でスライド棚の一番奥に荷物のこぼれ落ち防止のためのストッパーを取り付けました。そして手前にはスライド棚を引っ張りやすくするために取っ手をつけました。さあこれで完成です。多少の引っかかりはまだあるのですが、まあよしとします。入り口が狭くて奥が深い大変使いにくい収納スペース。廃材の押し入れの扉で作ったスライド棚、2個1で無理やりつなげたスライドレール、現物合わせで作ったのですが、まあまあ許容範囲内の出来で収まった感じです。それでは早速荷物を乗せて使い勝手を試してみましょう。のレールの上で少し引っかかりますが、奥まで荷物を躊躇なく詰めれますので、今までに比べてこのデッドスペースが圧倒的に使いやすくなりました。それでは今回の動画はこの辺で。自分の好きなようにカスタムできる DIY ってとっても楽しい。そんなバンさんのその他の動画もぜひ見てくださいね。